音楽って自由だね。発見音楽塾先生の星部翔です。さあ本日のテーマはこちら、ドン。店長の応用ハロプロやばい店長ベスト3編。はい、やってまいりました。こちらのチャンネルではハロプロ楽曲を用いまして難しい印象のある音楽理論作曲についてを学び、ハロプロ楽曲をより深く味わっていこうという番組になっております。さあ前回までは店長の基礎編ということで超について解説していきました。超というのは7人組のアイドルグループであるという例えを用いまして解説しました。さあこのアイドルグループを大まかに分けると2グループがありますと。ドをリーダーとする長長セブンとラをリーダーとする単長セブン。構成メンバーは一緒なんだけどリーダーが違うと。そしてリーダーから他の6人のメンバーの立ち位置フォーメーションがそれぞれ違うよと。そして店長というのはこの7人グループが曲の途中で大移動することを言うんだと。その店長最も分かりやすい例として半音店長、ここを解説しました。今日はですねその半音店長以外どういった店長があるのという解説もしつつ、ハロプロ楽曲の中でも特にヤバい店長ベスト3ということでですね3曲ピックアップさせていただきました。店長の基礎を勉強してからこの3曲を聴くとですね、いかに型破りかどれくらいぶっ飛んでるかが分かります。この辺も楽しんでですね楽曲とともに授業を聴いていただければと思います。最後までご覧ください。よろしくお願いします。さあではやってまいりましょう。まずはですね半音店長の他には、これ前回やりましたけどね、半音上、大体ですね最後のサビもう一盛り上がり作りたい時にこの半音店長よく使うよという解説をさせていただきました。この半音店長以外どういったパターンがあるんだろうというのをですねざっくり解説したいと思います。まず今日取り上げるのはこちら、ドン。全音店長、半音2つ分大移動するという店長でございます。さあこの全音店長が使われている楽曲はこちら、ドン。ジュースジュースで一人で生きられそうってそれってね褒めているの。さあこちらの楽曲歌始まりの楽曲です。頭サビといってサビから始まる楽曲なんですね。その頭サビで歌われていたサビのメロディーが1番のサビに行くと全然違った印象になる。これはなんでかというとこの全音店長が使われているからなんです。この曲ねサビがガラッと変わった印象になりますよね。ということでこの楽曲実際聴いてみたいと思うんですが、比較しやすいパート3サビの前半部分が C シャープマイナーというキーで、3サビの後半からですね D シャープマイナーということで半音2つ分転調するわけですね。ここのセクションを聴きながら全音転調どんなものかっていうのをちょっと確認しましょう。こちらです、どうぞ。一人で生きられそうってそれってね褒めているの。強がり隠す弱さ誰か見抜いてよ。頼りにしてるよなんてそれって喜んでいいの。意地張る心だって誰かとかしてよ。一人で生きられちゃうのそれは素敵なはずでしょ。胸張る私にだって誰か愛したい。はい、ということでございます。これもね3サビの途中でガラッとまたもう一盛り上がりするということですよね。この全音店長使われているハロプロ楽曲以外の曲だとですね、例えば Mr.Children の Tomorrow Never Knows とかね、愛さんのストーリーとかスーパーフライの愛を込めて花束を、全てですね最後のサビもう一盛り上がり作るという意味でこの全音店長使われております。最後のサビ盛り上げるっていう意味ではその前回教えた半音店長と一緒なんですけれどもね、全音店長の方がやっぱダイナミックに変わりますよね。サビ盛り上げるという意味ではどちらも使えるんですが、ここで一つね重要なことがあって、全音店長ってねやっぱりねめちゃくちゃ高くなるんですよ。サビってただでさえ高いですから、そっからまた2つ上がるってことは結構高くなるんです。要は全音店長の楽曲を最後のサビに使える歌い手というのは歌唱力があって音域が広いってことなんですね。全てのアーティストが歌えるかっていうとそんなことないんですね。ということでジュースジュースやっぱ音域が広くて高いところもしっかり出ますよね。ということで全音店長半音2つ分上がるよっていうのがジュースジュース人それでございました。さあでは続きましてこちらです、ドン。単3度店長半音3つ分。さあわからない言葉出てまいりました。単3度ってやつですね。これなんとなく覚えておいてください。単3度というのは半音3つ分の幅のことを言います。前回教えました長長セブンと単長セブン、このリーダードとラでしたね。このドとラの間が単3度って言います。これくらいの幅。さあ今までの店長上に上がるよっていう店長解説してきましたが、今から解説
説するのは3つ上がるパターンと3つ下がるパターン、これを両方解説したいと思います。まずは半音3つ分上がるという転調がこちらです。ドン。ベリーズ工房で B 元気なせばなる。さあこちらの楽曲の A メロになるんですが、同じようなメロディーなんですけどね、微妙に違うんですよ。まず A メロの歌い出しが夏焼さんパートなんですね。夏焼さんパートは A フラットメジャーというですね、ラフラットをリーダーとする長調7のね、このキーなんですけども、このキーから A フラットマイナーというキーに移動します。これ半音3つ分上がってるというような転調になるんですけども、この A フラットマイナー部分を歌ってるのが菅谷さんですね。ということで夏焼さんパートは明るい印象なんだけど、菅谷さんパートは暗い印象になるんですね。この辺が同じメロディーのモチーフなんだけどね、微妙に違うところがすごく面白い楽曲になってます。ではその辺のメロディーの違いに着目しながら聴いてみましょう。どうぞ。ということでございました。なんか聴いてる印象ちょっと分かりますよね。なんか明るかったのがなんか菅谷さんパートになるとちょっと暗い感じがするっていうね、この辺が面白い楽曲になっております。また菅谷さんパートね、厳密に言うとこのアラビア音階とかね、オリエンタルスケールとかっていうね、摩訶不思議なねマイナーのメロディーが使われているんですよ。この辺が癖になるメロディーになっております。ということでタンさんと店長半音3つ分上がるよという楽曲がベリーズ工房 B 元気なせばなるでございました。では逆にタンさんと半音3つ分下がる楽曲、どういったものがあるのかというとこちらでございます。ドン。モーニング娘。でこの地球の平和を本気で願ってるんだよ。さあこの楽曲もディスコサウンドでめちゃくちゃかっこいい曲なんですけれども、なんかサビになった瞬間パーッと世界がこう明るくなるようなね印象のある楽曲なんですよ。さあこの楽曲の超解説すると、まず A メロ B メロは E マイナーミを中心とする単調7ですね。ここから楽曲が始まります。ちょっと暗くて悲しい、ちょっと哀愁のあるメロディーですよね。そんなメロディーがサビになった途端パーッと明るくなるんですね。このサビの直前でマイナス3転調してるわけです。ここがね面白いギミックなんですよ。ということで実際聴いてみましょう。どうぞ。楽器扱いの天気、私の人生、誰かがどうして邪魔をするのよ。さあ行け未来は渡さない愛の力、愛の叫び、そうだ言われたからするでなく、みんなが知ってるからでなく、この手が掴む元気な未来 Love and Peace。 はい、ということでお分かりいただけましたでしょうか。ちょっと暗い印象から明るい感じになる。しかもですね、もっと解説すると A メロ B メロ BPM、 さあ BPM 覚えてますか。ビーツパーミニット、テンポを表す数値ですけども BPM が130から始まります。サビになった途端 BPM136 微妙にテンポアップします。この辺もですね前向きなイメージにつながってて大好きです。さらにこの楽曲もう一つ言うとですね、最後のサビで半音転調します。さらに盛り上げるっていう感じですよね。最後まで多幸感に溢れた楽曲になってますね。ということでタンさんと店長3つ分上がる楽曲3つ分下がる楽曲解説しました。この2曲に共通することがあります。ちょっと見ていただきましょう。 A フラットメジャーから A フラットマイナーに行く、 E マイナーから E メジャーに行く。要はリーダーは変わらないんだけども、長調7から単調7、単調7から長調7に行く、フォーメーションがガラッと変わると。この変化によって曲調がガラッと変わる印象になっているんです。このリーダーは変わらずフォーメーションが変わる転調のことを
同主長店長と言ったりします。同主長というのは同じリーダーを持つ長長と単長、これ長長から単長、これは単長から長長、この同主長店長という共通項がある2曲であるということでございます。ちなみに私星部翔、この単三度店長めちゃくちゃ大好きです。もう自分の楽曲にめちゃくちゃ使ってます。例えばモーニング娘。の五線譜のたすきですとか、あとは地下鉄のね都営大江戸線の六本木駅で抱きしめて、この辺もね単三度店長、半音3つ分を行ったり来たりしてるような店長になるんです。僕まだ作曲できないね、中学生くらいの時にとにかく好きな楽曲っていうのがなんか変わったとかっていう風にね、意外性がある楽曲好きだったんですよ。で今振り返ってね、その曲をねピックアップして並べてみると大体単三度店長の楽曲です。音楽理論知る前からこのね単三度店長めちゃくちゃ好きだったんですよ。後に音楽勉強していくと、僕は単三度店長大好きなんだなってことに気づいたわけですね。J-POP とかもよく使われてます。なのでこの単三度店長を使いこなせるとですね、音楽分かってるねと、ちょっとプロっぽいねっていう感じになります。ハロープロジェクトの楽曲の中でもね、いろんなパターンがあるんですよ。これも後々解説できたらなと思っております。ということで単三度店長でございました。店長のパターンなんとなく分かりましたね。半音1つ分上がったり下がったりする、半音2つ分上がったり下がったりする、半音3つ分上がったり下がったりする、この他にも半音4つ分パターン、半音5つ分パターン、半音6つ分パターン、全部でねパターン6種類なんです。店長って半音7つ分とかもあるんじゃないですかと思う方もいらっしゃると思いますけどもね、この半音7つ分飛ぶとですね、例えばドから数えるとソに当たるんですね。ということはですね、半音5つ分下がったのと一緒になるんですね。だから一周回って同じみたいな感じですよ。なので店長というのは全部で6種類あるんだと。その6種類の中でもですね、変わった感となんかつなぎ目が美しい感、これがねいい塩梅なのが単三度店長なんですよ。これは覚えて損ないと思います。でね、一番変わった感があるのがですね、半音6つ分変わるよっていうパターン、これはめちゃくちゃ変わります。なんかもう違う曲始まるくらいの印象になっちゃいます。これもギミックとして覚えておくとなかなか面白いと思います。ということで店長は6種類あるんだよと、詳しく解説したのは半音パターン、全音パターン、単三度パターン、この3つですね。この3つをまずは押さえていただきたいと思います。さあここまでは店長の型をお教えいたしました。ここからはハロプロ楽曲の中でもめちゃくちゃ型破りな店長が繰り広げられる曲、こちらです。ドン、やばい店長ベスト3。さあやってまいりました。この3曲はめちゃくちゃすごいですよ。このね基本形を知っているからこそこの応用編がめちゃくちゃやばいのが分かります。さあこちらは実際の楽曲を皆さんと一緒に聴いていきたいと思います。まずは第3位、B メロだけの宇宙旅行。一般的な楽曲っていうのは最初から最後まで一つのキーで終わったりするんですよ。ただこの3位の楽曲はですね、 B メロでめちゃくちゃすごい動きをするんですね。もうここは個人的にはもうなんか違う銀河に行ったみたいなね、そういう印象がある楽曲になります。では発表してまいりましょう。ハロプロやばい店長第3位の楽曲はこちらです。ドン、太陽とシスコムーン宇宙でラタタ。さあやってまいりました。こちらのディスコサウンドめちゃくちゃファンキーな楽曲ですけれども、 B メロに入るとあれってなるんですよね。なんかどこ行っちゃったみたいな、ちょっとね違う世界に行っちゃうんですね。この辺が面白いとこなんですよ。この宇宙でラタタ、基本的には B メジャーというキーなんですが、 B メロの1小節目ですね、プラス 3D メジャーのキーに行って、その後またマイナス 3B メジャーに戻ってきて、その後マイナス 3A フラットメジャーというキーに行きます。この辺目まぐるしく変わるんですけどね、これがなんかねワープしてる感じでね、もう僕大好きなんですよ。ということで第3位、太陽とシスコム宇宙でラタタ、聞いてみましょう。どうぞ。ね、めっちゃくちゃ渋いですよねこの辺ね。いや、このファンキーなディスコサウンドめちゃくちゃいいですよね。さあ A メロいきます。さあこの辺は B メジャーロチョウチョウというキーでございます。この辺聞き心地いいですよね。さあここから今一瞬行きました D メジャー。ここから僕大好き。ここどこ行ったのこれ。そして元に戻ってきたんですね。一瞬のワープからの開放感あふれるサビです。やっぱね、キス
してはいということでございます。この B メロ大好きです。僕ね転調大好きでいろんな楽曲の転調ね割と研究する方なんですけどね、この宇宙でラタタの B メロの転調僕ね他に聞いたことないですね。このプラス3バージョンは聞いたことあるんですけどね、マイナス3するやつこれはねなかなか聞いたことないです。初めてこの曲聞いた時めちゃくちゃびっくりしました。やられたーと思いましたよね。でこの転調の幅を見るとこの単3度転調が使われているってことが分かりますね。単3度転調って結構つなぎ目が美しいんですよね。なんかねコードとかメロディーがね程よく変わってくれてねすごく美しいんですよ。ということで私の大好きな単3度転調が意外な使われ方をしている楽曲第3位太陽とシスコムーン宇宙でラタタでございました。さあ続きまして第2位予測不能の大ジャンプ。こちらの楽曲はもう本当にやばいです。さっきちらっとお教えしましたけども転調で変わった感があるやつってねゾウヨドっていう半音6つ分飛ぶ転調なんですよ。この転調はね変わった感が結構出るんですけどもそれがめちゃくちゃ使われている楽曲、次の展開がもう全く予想できないというような楽曲になっております。ということでハロプロやばい転調第2位はこちらドン、モーニング娘。直感2逃した魚は大きいぞ。さあこちらの楽曲でございます。これ1曲を通してめちゃくちゃ転調する楽曲なんですね。もう特にやばいよっていう転調の部分はですねサビから A メロ B メロにかけての部分でございます。 F シャープマイナーというですねファシャープをリーダーとする単調7のキーから始まります。これサビの前半このキーでサビの後半からプラス1されるわけです。半音上のキー G マイナーというキーに移動します。その後にサビが終わるんですけども半音6つ分変わるんですよ。ここで何が起きたのって感じになるんですね。ダイナミックでやばいですね。どれくらいやばいかはちょっと一緒に聞いてみましょう。1番のサビからいきます。どうぞ。失敗から学びましょう。さあサビです。すごいねいきなり変わるよねやっぱね。びっくりしますよねこの辺がね。またねこのディミニッシュってコードが後ろに使われてる。ここ上がりました今ね。様子がおかしい曲ですごいですよねこれね。さあ G マイナーというキーに行きます。ディミニッシュ不穏な空気です。はいここから変わりました。また6つ下がりました。わけがわからないですよね。はい振られたがその次の恋の始まりです。これはもうなんか祭りな感じですよね。感じても仕返しちゃいけません。刷り込まれますよねこの辺がね。トランス状態になってます。これはどうやって作ったんですかね。なんかこう一世風靡セピアとかイメージしたんですよね。その通り。さあこの A メロから B メロにかけては全然キーが変わってません。C シャープマイナーというキーにおります。友達恋人同僚。さあここからね2番のサビに行くんですけども1番のサビに飛ぶものとまたちょっと違うんですよね。はいここからだいぶさあこれね半音6つ分変わりました。すごいでしょこの辺がね。さあ感想です。今は G マイナーというキーにいます。さあここからはい3つ下がりました。E マイナーというキーに行きました。さあここからまた上がると。これは何を思ってるんでしょうねこの辺はね。すごいですよね。また下がりました。すごいねこの辺がね。はいこれディミニッシュです。なんか歌謡サスペンス劇場風ですよねこれね。はい来ました。最後のサビです。さあここでサビをもう一度盛り上げするためのはい半音転調来ました。すごいね。やりたい放題って感じですね。
はい、ということでございまして、もうすごいっすよね、これね。こう、ヒップホップとかにある、こう、サンプリングみたいな、砂決めの粗さがね、なんかすっごい癖になりますよね。特に先ほど解説しました、この、マイナス6下がるよってやつですね。半音6つ分の転調は、ダイナミックでやばい。なんかもう別の曲始まりましたって感じのね、それくらい変わるんですよ。この辺がもう、どうやって作ったのか分かりません。参りましたって感じですよね。あとは冒頭とか要所要所にあるのがですね、ディミニッシュっていうコードなんですね。火曜サスペンス劇場とかでよく昔聞いてた旋律ね。あれがまたこうなんか不気味さっていうかね、様子のおかしさを表してていいですよね。ということで、やばい転調第2位は、モーニング娘。直感2逃した魚は大きいぞでございました。もうこの直感2だいぶやばい曲ですけど、さらに上あるんですかってことですね。あるんです。第1位、まさかの1回転宙返り。さあ、どういうことなんでしょうか。さあ、音程というのは皆さんもご存知、ドレミファソラシド、ドから始まってまたドに戻ると。イメージは円を描いてるような感じ。ドレミファソラシドってまた一周して戻ってくるっていうようなイメージですよ。で、この下のドから上のドに至るまでは12半音あるんです。八鍵7つプラス黒鍵5つなんで12半音あるんですね。さあ、この1位の楽曲はですね、いわばですね、このドから始まって転調を繰り返して一周してまたドに戻るみたいな転調なんですよ。宙返りみたいなことをですね、この転調によって行うんです。これがめちゃくちゃすごい曲です。さあ、ということで発表しましょう。星部翔が選ぶハロープロやばい転調ベスト3の第1位の楽曲はこちらです。ドン！モーニング娘。で Say Yeah もっとミラクルナイト。おめでとうございます。やはりこの楽曲でしたね。もうミラクルって書いちゃってましたんでね、もう分かった方いらっしゃると思いますけどね、もう凄まじい転調がこの曲行われております。さあ、一緒に聴く前に解説しておきますとですね、まずこの楽曲のキー F シャープマイナーというキーから始まります。そして2番のサビが終わって全員一緒にミラクルミラクルって始まるんですよ。そこのセクションからどんどん転調するわけですよ。で F シャープマイナーが A マイナーになり B マイナーになり C シャープマイナーになり D シャープマイナー E マイナー F シャープマイナーということで、全部足すと12個になるわけです。1オクターブというのは12半音で形成されてますので、 F シャープから F シャープに一周回って元のキーに戻ってくるという一周転調を行います。まさにミラクルということで、その辺も踏まえて一緒に聴いてみましょう。どうぞ。始まりました。さあ F シャープマイナーですよ。さあ、ここから始まります。まあもうここまでは普通の感じです。さあ、ここからいきなり変わりました。プラス3されて A マイナーというキーに行きました。リーダーが大ド。いいですね。歌詞も面白いしね。ここが A マイナーというキーになっております。さあ、ここからマイナー3、もともとの F シャープマイナーに下がりました。せーないめちゃくちゃキャッチーやね。もうここ最高ですよね、このセリフパートね。楽しんでいる、素晴らしい。さあ、こっからミラクルな展開が始まります。ここまではまだ A マイナーというキーでございます。さあ、ここからいきましょう。B マイナーに行きました。コールしたい。そして変わりました。プラス2、さらに2つ上がりました。さらに1つ上がった。そしてもともといた来た F シャープマイナーに戻ってまいりました。一周してきました。素晴らしいですね。展開はなかなかすごいですよね。そして感想、ここからここからまさかの6半音6つ分変わりました。そしてまた元に戻ると。いや、自由ですね、本当にね。F シャープマイナーってキー。言いたくなるもんね、やっぱ開こうミラクルってね。
はもう F シャープマイナーのまま突っ走ります。はいということでございました。素晴らしいですね。一周ぐるっと回って元の位置に戻ってくるという転調を繰り広げているのがこのセイエもっとミラクルナイトでございます。基本形を勉強してからこれ見るとなんかもうすごいですよね。なんか本当に音楽って自由だなーって感じますよね。何やってもいいじゃん、勇気が湧いてきますよね、この楽曲を聴いてるとね。ということで転調の応用編ということで、半音転調に始まり全音転調、単3の転調、その他には3つあるよ。そしてヤバい転調ベスト3ということで、特にヤバい3曲をご紹介させていただきました。改めて思いました。音楽って自由です。素晴らしいですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。この動画良かったよと思った方はぜひ高評価の方、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いします。そして感想質問等ございましたら下のコメント欄までお寄せください。よろしくお願いします。はい、ということで本日は以上。また次回の授業でお会いしましょう。さらば。